皆さんこんにちは。今回はいつもお出ししていないタイミングでの動画ですけれども、皆さんもご存知の通り、日本の株式市場の中で最も流動性の高い、そしてこれまでの成長性もピカイチのレーザーテック。この銘柄に突如として難癖をつける輩が現れました。その名もスコーピオンキャピタルという空売りを専門とする投資会社。どんな難癖をつけてきたかと言いますと、オリンパス東芝と同じ粉飾決算を行っていると。今回の動画では彼らの主張が的を射た信憑性のある主張なのかどうか、これを検証していきたいと思います。本日2024年6月5日、レーザーテック1日の動きご覧いただきますと、もともと前夜のアメリカ市場における半導体銘柄が難聴だったために、地合いとしてはあまり良くないスタートだったんですけれども、その中でもレーザーテックはダントツで大幅な下げを記録していました。その前場の途中にスコーピオンキャピタルが粉飾決算をしているというレポートを実に334ページ、個人的には別の意味で嫌がらせのページ数にしているのかと思うような膨大なレポートを発表してきました。株価35,000円割り込む手前まで押し込まれたんですけれども、11時過ぎたあたりから唐突に急激な上昇、マイナス 1% のところまで株価にして38,000円近くに急回復してきました。ただ5番に入ると再びじりじりと下げる展開で元の水準マイナス 8% 近く、この日の終値 35,560 円と、そもそもレーザーテックをですね、1ヶ月のスパンでご覧いただきますと、5月23日ですね、1週間ちょっと前、このタイミングで最も高い 45,470 円をつけていましたので、実に2週間いかない間に再び1万円、20% 近く下がってきたと、このずるずると下げている展開の中で、もしかしたらスコーピオンキャピタルが空売りを混ぜてきていたのかもしれません。さて、空売り専門の投資会社ということで、ホームページ見てみますと、アクティビスト物言う株主、空売りをすることによって株主の目を欺いているような上場銘柄、粉飾決算であったり不正行為を行っている企業を探すのが彼らの仕事のようです。実際に最近粉飾決算の話題に上がってきた A バランスのように信憑性があるのであれば投資の世界では役に立つのかもしれませんけれども、このレーザーテックの場合本当に粉飾決算に当たるのか、もしオリンパスや東芝のような不正行為というのが見つからなければ、単純に彼らは風雪のルフとしてただ悪事を働いている悪名高いヘッジファンドと成り下がるだけです。ということで彼らの発表した334ページのレポートをまとめるとこんな感じ。むちゃくちゃ省略された形になっていますけれども、レポートの中ご覧いただくと、ほとんどがですね、実在するかよくわからないような関係企業各社の社員によるコメントであったり、あとは決算説明会におけるアナリストによる質問、これをレーザーテック側が隠し事をしているかのように切り取って印象操作をするような形で書いてるページがほとんどです。具体的なデータを用いた主張というのは、今ご覧いただいているところに映っているグラフを何度も使い回しをしてページ数をかさ増ししていると、そんな形で作られたものですね。ですのでほとんどのスコーピオンキャピタルによる主張というのはかなり要約されて大きく3つのポイントに分けられます。それを順番にご覧いただきたいと思います。まず一つ目ですね、先ほどから申し上げているように不正会計が行われているんではないかと。目をつけた理由として時価総額が大きすぎるというわけですけれども、これは不正会計とはほとんど関係ないですね。ただ彼らの資料の中に、後ほどグラフでも出てきますが、時価総額対比でのバランスシートの項目、こういったところを主張していますが、それはすべて株式市場でレーザーテックが評価されている株価によるものですので、不正会計とは直接関係ありません。2番目、売上高に占める棚卸資産が異常値であると。そしてその棚卸資産、流動資産の項目において、仕掛かり品ばかりで完成品が一つもないといったような主張をしています。ここで他社比較を用いた棚卸資産の適正値であったり、レーザーテックは減損すべきところをしていないんではないか。そんな内容をですね、それぞれのグラフで主張をしているわけですけれども、例えば彼らがつけていたこちらのグラフ、棚卸資産の残高が2020年あたりからどんどんと急激に増えている。しかし売上高に対する棚卸資産の割合というのは、同業他社 ASML や
AMD、ラムリサーチ、東京エレクトロン、KLA といったところと比べると、レーザーテックだけが飛び抜けて高いと、これが異常値であるというような主張をしているわけですね。ただ、レーザーテック以外の5社については、半導体メーカー、あるいは半導体製造装置のメーカー、その区分けも違いますし、そもそも企業規模が10倍近く違う銘柄を5つ並べている。そしてレーザーテックに関しては、半導体製造の中では必要だけれどもニッチな装置を一本足で販売している企業ですので、同業他社とはいえ、手広く半導体事業を行っている、それぞれ5社の棚卸資産売上高比率を比べても、あまり主張に対する補完にはならない。むしろレーザーテックはその検査装置一本足で売ってますので、その装置の受注から出荷に至るまでのリードタイムというのが1年半以上かかると。そうするとですね、必然的に棚卸資産というのは受注が増えていくにつれて膨れ上がっていくという形になるわけです。ですので、この点に関しては、同業他社比というふうにいかにも印象操作をしていますけれども、あまり意味のない比較になっているというわけです。続きまして、流動資産のところに仕掛かり品はあるけれども、完成品の項目がないという話です。これはレーザーテックが会計上、顧客の研修、これをもって完成品とし、売上計上するという形をとっていますので、そもそも棚卸資産の中に完成品が含まれるわけがないんです。スコーピオンキャピタルはレーザーテックのことを、お菓子メーカーがお菓子をいっぱい倉庫に作り置きしているような形で決算をしていると勘違いしているようです。また売上高に対する EBIT、利益の割合というのも他社比較で示されていますが、一番下レーザーテックは先ほどの5社と比べると2019年 30% 弱だったところから足元 40% と非常に高くなっている。これすらも異常だと言っているわけですが、まずですね、先ほど申し上げたように左側売上高の規模をご覧いただきますと、マスク検査装置1本足のレーザーテックが他の5社よりも10分の1、20分の1というような規模感であることがお分かりいただけると思います。それを同列に比較したところで、事業展開の数も全然違いますし、そもそもこの 40% という利益率そんなにおかしいのかと、レーザーテック自身の過去推移ご覧いただきますと、かなり向上してきているなというのがお分かりいただけるわけですが、直近の 40% まで高まったところというのが、他社と比べるとどうなっているのか。ご丁寧にこんな表もつけてくれているわけですが、レーザーテックがトップの利益率。続くのはディスコ、KLA。この KLA という会社は後ほど散々持ち上げる側の会社として登場します。4番目に中国企業が入って5番目 ASML と、その次に AMD。このあたりまでで 30% 程度というわけですが、レーザーテック 40% でディスコも 40%、その次 KLA36% と、売上高の規模10倍近くあっても、これぐらいの利益率が出せるというわけですので、検査装置ニッチなマーケットで一本足でやっていれば、特段違和感のある。むしろなぜ同じ日本株銘柄のディスコの方は、ほぼほぼ同じ利益率出しているのにやり玉に上げられないのか。粉飾決算の理由の一つに上げられるか上げられないかの大きな違いがここにあるのかというのをスコーピオンキャピタルには聞いてみたいものです。ということで、あらかた粉飾決算の理由については、データの面ではこういったところばかりが何度も繰り返されて書かれているぐらいですので、あまり面白くないというか、はっきりと言いますと、こういった風雪のルフを流しても、日本株銘柄だったら株価操縦には問われない、ニッチを儲けてやろうというような舐めた考えが透けて見えるようで非常に腹立たしい限りです。あと会計面のところで述べられているのは監査法人をすげ替えた、そして社長が変わったという点。監査法人については6年前に東松から PWC 新たに変えられていますけれども、新しく就任したところが別にやばい企業ばかりを請け負っているような A バランスを担当している監査法人みたいな無責任なところでもないですし、そもそも担当が変わったのが2017年、18年のところですので、これを棚卸資産の伸び率と合わせた前の監査法人に指摘されたために変えたんではないかというような言い方していますけれども、だったらそれ以降のさらなる急激な伸びを PWC 新たが、今は PWC ジャパンですね。これがやすやすと見逃すというふうには考えられません。それでは大きなテーマ2つ目、レーザーテックの装置が不良品だと批判されている。そんな内容がかなり大半を占めています。
検査装置に使われる光源がよろしくないんではないか。そして最近新たに開発したとされる浦島という光源。これを装置に新たに取り入れているというのは周知の事実ではあるんですけれども、この光源を開発した ISTEC という企業、ここに疑念を向けていると。そして光源の開発についても、元々の光源を使っていた牛尾電機との協業を考えても、研究開発費が特段に少ないんではないか。そして納入先である TSMC をはじめとする半導体製造企業に属するような関係者、このコメントとして、生産ライン上で使用されている検査装置の台数とレーザーテックが納入している台数、これが合わないんではないか。実際レーザーテックは装置ごとの販売台数を公表していませんので、それを隠しているのが怪しいと。受注高の規模と売上高の規模の割合がおかしい。そしてキャッシュフローも全然増えていないんではないか。実際には装置は全然売れていないんではないかと。そんな論調です。研究開発費が少ない割になぜそんな新たな光源浦島というものを取り入れることができたのか。そんな風な主張がされているわけですけれども、レーザーテックあるいは牛尾電機の研究開発費が少ないとは言いますが、そもそも光源に限らずレーザーテックに関しては積極的に他社技術を取り入れる。何事も自社で完結させようというような企業ではない。ですので、必ずしも自社が研究開発費を投じて装置の全部品を作っていなければいけない。そんな企業ではない。むしろ最新の検査装置である Actis A300。ここでも様々な他社技術が用いられていることが知られています。また新たな光源を開発した ISTEC。これが従業員12名だけだと言っていますけれども、この企業のホームページ、商品ラインナップを見る限りは、この12人でやっているような企業規模ではなく、この12という数字はおそらくリンクトインという SNS らしきものに登録している人数ではないかと。だいぶお粗末なデータソースを用いているようです。そしてまた時価総額という株式市場の規模、これを用いた研究開発費の比率というのを出してしまっているわけですけれども、これがですね、比率にすると NVIDIA よりも高く評価されていると。3番目がレーザーテックで4番目が NVIDIA。NVIDIA も割高になっている、ぐんぐんと株価を伸ばしている銘柄ですが、その研究開発費よりも時価総額に対して少なくなっている。いかに研究開発費が小さいかというのを示しているわけですが、そのランキングで見るのも自由なんですけれど、レーザーテックより上には2銘柄ありますね。ランキングトップはキーエンスと入っています。キーエンスの時価総額がある研究開発費は、レーザーテックの倍近くの数字、つまりマーケットの株価評価に対して研究開発費はレーザーテックの半分ということになります。こっちはやり玉に上げないんですね。続きまして受注高と売上高の比率が高すぎるという話ですが、ここでも ASML と比べているんですけれども、先ほどから再三申し上げているように、企業規模が違うというのと、レーザーテックの納入している商品性ですね。マスク検査装置1本足、そして受注から売上計上までのリードタイムが1年半と、そういった特徴を踏まえると、あまり意味のない比較ということになっています。そして受注高が伸びている22年あたりからグラフが大きくなっているのは、むしろ正しい決算ではないかと考えられます。違う意味で少し気になったのはこちらのグラフ。棚卸資産高と繰延収入も伸びていっているんですけれども、点線のところで少し頭打ちになっている。これは受注の勢いというのが少し陰ってきているのかなと。粉飾決算を見るというよりは、本来のレーザーテックの業績が少し頭打ちになってきているんではないかという、あるべき姿として見たときには、皮肉にも興味深いグラフになっています。あとは時価総額に対してフリーキャッシュフローが全然伸びていない小規模だと書いていますけれども、確かにフリーキャッシュフローと株価、つまり時価総額の関係性というのを見るのは一理あるやり方ですけれども、単純にこれはレーザーテックが将来性、成長性を見込まれて、どんどんと株式市場で割高な水準に切り上がっているという話ですね。今足元のフリーキャッシュフローだけを比較するんではなくて、マーケットで織り込まれている将来のフリーキャッシュフローを用いてこないと、当然足元の数字だけ見て、時価総額と比べれば、今レーザーテックの PER が70倍、80倍と高くなっていることを示しているに過ぎない。おそらく彼らもこんなことは分かりきっているんでしょうけれども、印象操作のためにつけている、そんなデータかと思われます。あと、レーザーテックの不良品説について、23年度の7月から9月期という四半期だけ、粗利率が低いというふうに
指摘されていますが、これはもう当時からマーケットで見られているように、このタイミングで研修がずれたこと、そして顧客のリクエストに応じての装置作り替えなどが発生したことが要因ですね。そして原価率が高い住友化学の部品を使っているので、KLA、先ほど出てきた競合他社ですね。これにはできないような利益率を達成しているというふうに書かれています。それはもう企業努力によってレーザーテックにはできる、KLA にはできない。そんなことを不正の一つというふうに挙げつらわれると、レーザーテックの企業努力に対して失礼ではないかというような指摘ですね。そもそもレーザーテックがニッチなマーケット検査装置を作っているという話は皆さん100も承知だと思われますが、そこに対して競合他社として入ってくる、参入してきたら脅威となる可能性として KLA というのは昔から言われていました。なぜスコーピオンキャピタルが今更それを蒸し返して KLA が別の光源を用いた新製品を出せば面白い。もはやもうレーザーテックの不正会計とは関係ない話まで出して KLA を持ち上げるのか、全くもって意味不明。もしかしたら KLA の回し物ではないかと思うようなレベルですが、そういった直接的に関係ない話、KLA を持ち上げる話もそうですし、オリンパスや東芝が悪いことをしたからレーザーテックもしているんではないかと、過去の事例を長々と挙げつらえて300ページを超える、反論するに少なくとも1日以上はかかるような規模感にしているというのは悪質極まりない部分かと思います。そもそもレーザーテックが対象顧客としているのは TSMC、インテル、それから韓国のサムスンですね。この3つでほとんどを占めている。ですので先ほどのこちら装置ごとの販売台数を隠す、あまり主張してこないというのは、むしろ主要顧客3社に配慮した形をとっていると考えるのが自然ではないかと思われます。そして最後、大きなテーマの3つ目ですね。レーザーテックイノベーションパークという新たな工場敷地の話。これが空虚化していると。人通りもなくガラガラで搬出入も少ない。そしてこの敷地を野村不動産から買い上げている。そしてそのグループ会社が野村アセットで彼らが大株主であるというズブズブの関係性をスコーピオンキャピタルは指摘している。さらに半導体製造装置の現場というのはとても綺麗でなければいけない。にもかかわらずとても汚いとドローンを勝手に飛ばして写真を撮っている。そして現場で研修するにあたってフィルムを剥がして再度貼り直すといったようなゴミが出るはずの工程もあると彼らは勝手に考えているわけですが、ゴミが全然出てこないと。様々勝手に現場で撮った写真を上げつらえてむちゃくちゃな論調をしているわけですね。直接写真とは関係ない2番目、野村アセットの大株主というのは皆さんすぐにですね、思い浮かぶかと思いますが、日銀が大量に買っている ETF の株主と、おそらく日銀から割り当てられている規模を考えると、野村アセットの ETF に組み込まれるレーザーテック株数は1200万株近く、ちょうど 7% 近くになりますので、いかにスコーピオンキャピタルがアホなのか、分かっていて人を騙そうとしているかというのはわかりませんけれども、おそらくわざとやってるんでしょうね。さて彼らのレポートに載っている写真、人がいなくてガラガラだと。こんなのは土日、祝日に写真を撮ればガラガラの風景というのは撮れますし、搬出入が少ないと言っていますけれども、実際搬出入されているところに大きな完成品に対するフィルムが貼られていると。これを研修にあたって一度剥がすはずだと主張しているんですけれども、なんでこれを一度剥がすという彼らのやり方がレーザーテックで取られていると考えるのか、研修した後にフィルムを一度つければ別にゴミは発生しないわけですね。そして搬出量が少ないと言っていますけれども、受注から売上まで1年半かかる年間で数台数十台しか売上計上できないようなビジネスを行っているレーザーテックが何分おき何時間おきに搬出入を行っているわけがないと。そんな印象ですね。そしてドローンを勝手に飛ばしてレーザーテックの新しい工場を撮影したみたいなんですけれども、この左下のとても綺麗なレーザーテックの発表している資料に載っているですね、工場内の様子というのが本当にあるのかと。この写真よく見てみると、当然上、天井が平たくなっていて綺麗な部屋に見えると。ただこの彼らの指摘する工場、屋根を外から見た外観というのは曲面的な屋根をしているわけですね。そしてその外からドローンで撮った写真、この曲面的な屋根をしているところから中を撮影すると汚いというわけです。
それは屋根裏だから汚いのは当たり前じゃないですか。レーザーテックが公表している資料の天井というのは局面的なものではない。彼らが汚いと主張している写真とレーザーテックが資料に載せている綺麗な工場内部。これはもう全然別物、的外れということですね。ということでレーザーテックひいては日本の株式市場を愚弄しにかかってきたスコーピオンキャピタルのこちらの写真。なんてお呼びすればいいのかわかりませんし、呼ぶ気もありませんが、この調子乗っている彼、日本の金融庁結果次第では叱るべき対応を取らないと、今後も日本株市場を舐めてかかる空売り機関、ヘッジファンドがどんどんと増殖してきますので、しっかりとした対応がされることを期待しています。そもそもスコーピオンキャピタルという空売り機関が冒頭申し上げたように不正企業をやり玉に上げていくというようなやり方、過去からしてきたということで、日本市場にも乗り上げてきたわけですけれども、過去の実績、信頼性がどれくらいスコーピオンキャピタルにあるのか、いくつか事例を見てみますと、レーザーテックの前に2023年3月に指摘されたナスダック上場の銘柄、下落基調の中で便乗して指摘に入って、あぶく銭を稼いだ。そんな風に見受けられる相場展開。もう一つ遡ってこちらの銘柄。だいぶ下がったところで指摘に入って、こちらも同じように便乗してきたという風に見受けられる銘柄。さらにこちらの銘柄に関してはむしろ下がりきったところで指摘レポートを出してきて、足元ではそれよりもはるかに上の株価をつけている局面もあるということで、そもそもレーダーテックに対する信憑性云々、これを述べるに値するようなスコーピオンキャピタルという企業があまりマーケットでは信頼されるような立場ではないのではないかと。とはいえですね、誰にでも空売りをする権利はあるということで、スコーピオンキャピタル、我々は空売りをしていますと、わけわからんつぶやきをしていましたので、どれぐらいレンディング比率、そしてそれに伴う貸借料率が上がっているのか、一応確認してみますと、レーザーテックの比率 10% 近くまで上がってきていると、先ほども少し申し上げましたが 10% と言いますと、レンディングに用いられる ETF の持ち分、だいたい野村セットで1200万株、ETF や年金資産といったようなトピックス日経平均を対象とする運用ファンドから保有されている分、推計しますと、だいたい3000万株となりますので、その 10% の300万株ぐらいが少し出てきていると、別に過去を遡ってもそんなにレンディングが吹き上げているような空売りが盛況になっているというような水準ではないので、あくまで決算監査するような専門家、そういった立場ではありませんので、運用投資家という立場から見た時の今回の騒動、所感を述べたに過ぎませんので、そのあたり面積事項としてご留意いただきながら、少しでも参考になりましたら高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画お楽しみいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。